桜井です。今回のトピックはジャンプについてです。早速見てもらってるのは UE5 のサードパーソンプロジェクトのジャンプです。皆さんはこのジャンプを見て何か感じることはありますか？私は個人的にこのジャンプに対してここ調整したいなと思うポイントが2つあります。それは1つ目、予備動作を強調したい。2つ目、着地のメリハリを効かせたい。この2つです。要はもうちょっと気持ちいいジャンプにできるんじゃないかと思っています。で、調整してみたジャンプを見てください。こちらです。ちょっと良くなったと思いませんか？モーションは変えていません。さらに自作モーションに差し替えてタイミングなどを調整するとこのようになります。いかがでしょうか？個人的にはかなり理想に近づきました。ジャンプは複数のモーションで成り立っている。さて、どこをどのように変更したかを話していく前に、前知識としてゲームのジャンプってどうやって作られているかをざっと説明します。ゲーム内のフィールドアクションとして高いところに登ったり落ちたりするジャンプは、このように複数のモーションをつなげて作っています。前の画面ですとこんな感じで作っています。これらの複数のモーションをゲームエンジン内で計算されるルートの動きに合わせてジャンプしているように見せています。モーションを分割する理由は到達点の変化に対応するためと言えます。ジャンプでコートに登ったり、どれくらいの高さから落下するかはプレイヤー次第なので、いろんなシチュエーションに対応するために落下ループを経由して時間的、距離的な長さを調整しています。どこ調整したん？ジャンプについてざっと知識入ったところで、どこをどのように調整したかを話します。一つ目、予備動作。アフターで変更したポイントは、ビフォーよりもジャンプ発生を3フレーム遅らせました。ビフォーでは、ボタンを押した瞬間にルート上昇とモーションの再生が同時にスタートしてました。アフターは、ボタンを押すと、まずしゃがむモーションが流れて、3フレーム遅れでルートが上昇し始めます。もっとわかりやすく極端になるとこうなります。こっちの方がええやんって思うかもしれませんが、これぐらいしゃがむ動作に時間かけすぎちゃうと、ジャンプの発生が遅くなって操作性を損ないかねません。操作の快適さをギリギリ奪わない時間が3フレームぐらいなので、もちろんモーション的にはこっちで行きたいけど、割り切らないといけない部分だと思います。ただ大前提として予備動作があるなしはほんまにゲーム次第です。実際予備動作がないゲームも普通にあります。ゲーム性や開発規模にも関わる部分なので、一概にどちらが正しいというわけではないのでご理解ください。2つ目、着地のメリハリを効かせる。次は着地に注目しましょう。勢いが違いますね。これは補完を調整しました。補完ってこういうやつです。0.5 秒で補完すると、ぬるっと次のモーションへ遷移しますし、0秒で補完すると、パッと1フレームでポーズが変わります。ビフォーの着地は補完が 0.15 とちょっと長めに設定されてました。これを 0.06 秒に変えてみると、ガラッと印象が変わって着地の勢いと重みが出ましたね。着地の瞬間は一番速度が出てるはずなので、この方が物理的に自然に見えます。補完は気持ちいいとこ見つけれたら、こうやって見た目が向上するので、いろいろいじってみるのもありだと思います。プラスアルファおまけです。重力とジャンプ力を調整して、ふわふわ感をちょっと緩和します。これらの数値はゲームの仕様で決められていることなので、仕事で触れることはめったにないと思いますが、せっかくなんでやっちゃいます。BP サードパーソンキャラクターを開いて、キャラクタームーブメントのグラビティスケール、これを3にします。次にジャンプ Z ベロシティ、これを1200に変更してコンパイルします。確認してみると、
シャープになったというか、締まった感じが出ましたね。いい感じだと思います。ジャンプ Z ベルシティはいろんな数値に変えても面白いと思いますので、試してみてください。以上、触れられてないところも、ところどころあるんですが、2点修正した箇所について話しました。まとめると、1番、予備動作あるなしはゲーム性次第。アニメーターとしては入れたいところですけど、あくまで努力目標、入れられたらええなぐらい。もし入れるなら、快適さを失わない3フレームぐらいが限界かなと思います。2番、口のメリハリは補完を調整する。補完はアニメーターの武器。印象が結構変わる。0から長くても 0.2 秒ぐらいまでで試すのがいいと思います。以上、ジャンプについて話しました。実は今回ジャンプの仕組みをカナダのミユさんという方に作っていただきました。末筆になりますが、この場を借りてお礼を言わせてください。ありがとうございます。さて、次回のトピックはルートについてです。シャープ2、シャープ3でも軽くルートについては触れてきたので、なんとなく俺たちはこれを操作してるんでしょとすでに察しているかもしれません。もう少し踏み込んで話していきたいと思っていますので、楽しみにしていてください。それではご視聴ありがとうございました。